第7位。登場回。決戦、第三神東京市。第三神東京市に、人が出現。この人は、めちゃくちゃ強いです。第5使徒、ラミエル。今回は物語序盤の第6話ということで、エヴァンゲリオン2号機は、ネルフの支部があるドイツで待機中。エヴァンゲリオン3号機は、アメリカで建造中。0号機は、日本のネルフ本部にいるのですが、調整中。というわけで初号機だけで、発進。突然ラミエルがビームを発射。初号機、全く動けません。なんかもう、ダメみたいなので、エヴァンゲリオン初号機、絶対。というわけで、パイロットは意識不明。ビーム兵器で攻撃するも、AT フィールドに跳ね返される始末。攻撃も防御も、最強クラスのラミエル。今度はドリルを伸ばして、地面を掘り始めます。地面の下には、22層の特殊装甲がありますが、最強クラスの人に対して役に立つのか心配です。一つ目の特殊装甲を破壊しましたが、意外と遅い。こんなに遅いのなら、食堂で、ゆっくり昼ご飯でも、いただこうかしらなんて考えるのが普通ですが、そんなわけにもいきません。残り21層の特殊装甲、かける27分、で、567分。だいたい10時間。このままだと、半日も経たずに全ての特殊装甲を突破して、ネルフ本部を貫通。最後はリリスにまで到達してしまいます。しかし、強力な AT フィールドを持つラミエルは、普通の攻撃では倒せません。ひらめいたようです。ラミエルの AT フィールドを破壊するために必要な1億8000万キロワットの電力。これを日本全土から集め、攻撃。しかしエヴァンゲリオンに、そんな機能はありません。たとえ電力を集めても、それに対応する装備を持っていないため、戦略自衛隊の技術研究本部がある、茨城県営道。そして、ここで開発している自走用電子砲のレンタルを要求。戦略自衛隊よりネルフの方が権力があるため、貸してくれました。いいわよ、ネル。持って行って。さらに、この陽電子砲を、ポジトロンスナイパーライフルに改造。今度は、ラミエルがいるところから、足の甲を挟んで反対側にある、双子山に、ポジトロンスナイパーライフルを、セット。ご覧の通り、ラミエルからはほとんど見えませんが、こちらからは、攻撃がしやすい感じになっています。作戦スタートです。すべての準備が整い、作戦開始。日本中の電力を、ポジトロンスナイパーライフルに集めます。そして、ラミエルのドリルがすべての特殊装甲を破壊。初めて人がジオフロントに到達しました。なんなのこれ。ラミエルの攻撃。0号機が盾でガードしますが、あっという間に壊れてしまいました。なんとか初号機が撃破。ネルフ本部はギリギリ助かりました。というわけで、約10時間で全ての特殊装甲を突破したラミエルが、7位にランクインしました。第6位。登場回。第1話、使徒、襲来。第1話ということで、新世紀エヴァンゲリオンの主人公、碇シンジが初めて、ネルフ本部にやってきたシーンです。僕がこれに乗って、さっきのと戦えっていうの？乗るなら早くしろ。出なければ帰れない。乗れるわけないよ！あらら、早くもトラブル発生。それには理由があります。11年前の、2004年、
玄道、シンジ、ユイの怒りファミリーは、3人で仲良く暮らしていましたが、実験に失敗し、ユイがエブア初号機に取り込まれてしまいます。その後、玄道は仕事に没頭。幼いシンジは他人に預けられ、寂しい生活を、11年間も送ることになります。そして現在、2015年、久しぶりに家族3人が揃ったのですが、よくわからないロボットに乗って、敵と戦えと言われて、シンジは怒ってしまいます。そんなやりとりをしている間に、使徒が第三神東京市に到着。第三使徒サキエル。続けざまに、2発の光線を放ち、街を攻撃します。やばいです、早くなんとかしないと。しかし刑事では、まだ乗る乗らないのやりとりが続いています。乗れるわけないよ。そして、綾波レイの登場。ひどい怪我です。使徒の3度目の攻撃。とてつもない攻撃力で、揺れる刑事、すっ転ぶシンジ、壊れるベッド、天井の照明も壊れて、落下。真下にはシンジが。しかしエブア初号機が、勝手に動き出してガードします。魂だけになっても、息子を守るのが母親。この後もシンジがピンチの時に、大暴れします。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。やります。僕が乗ります。ついに、エヴァンゲリオンに乗る決意をした、怒りシンジでした。めでたしめでたし。何か忘れているような気がします。ちょっと時間を戻してみましょう。人のことを忘れていました。サキエルが放った3度目の攻撃。これがなんと、20層以上もある特殊装甲を全て破壊して、ジオフロントまで到達しました。ちなみにエヴァンゲリオンが待機している、この、ケージという場所。新劇場版、9では、14年の時が流れ、荒れ果てた姿になっています。しかし、エブアの足元周辺は、楽器が設置されていて、ちょっとした、おしゃれスポットに変貌。パイロットたちの、癒しの空間となっています。というわけで、前回の動画では、弱そうに見えていましたが、特殊装甲を数分で破壊するという、実はとんでもない攻撃力を持っていたサキエルが、6位にランクインしました。第5位。死に至る病、そして、突然、第三神東京市に、使徒が出現。第12使徒ベリエル。いつもなら、第三神東京市に到着する前に、使徒は発見されて、メルクに連絡が入ります。そして、中心部にある大事な超高層ビルは、地下のジオフロントに格納されます。しかし今回の使徒は、本当に突然出てきたので、超高層ビルが地上にある状態で、戦闘に突入する。非常に珍しいパターンです。早速、初号機の先制攻撃。消えたと思ったら初号機の真下に、謎の影が、あっという間に飲み込まれてしまいました。さらに影は広がり、ビルも飲み込まれます。通常なら地下へ格納されるはずの高層ビルは、影の中に消えてしまい、どこに行った状態。実はこの丸いのは、使徒の影。なのでいくら攻撃しても、意味なし。地面にある黒いのが本体なのですが、攻撃しても効果なし。3km 程度の大きさの、第三神東京市に対して、ベリエルの直径は 680m と、かなり巨大です。逆に、厚さは3ナノメートル。3ナノメートルと言われても、よくわからないのですが、ミリメートルで言うと、0.00003mm らしいです。どれくらいの厚さなのか、確認してみましょう。面白い話だね。薄くて見えないと思いますが、お願いします。さあ、どうかな。
見えますか？これが厚さ3ナノメートルです。ゼリエルのことは大体わかったので、次は作戦会議。とりあえず大量の M2 兵器を首都にぶち込むということになったのですが、その数がなんと、地球上に存在するすべての992個。もしも作戦が失敗したら、第三神東京市どころか、地球がやばいです。しかし、作戦の直前に、初号機が暴走して、自力で脱出。首都を殲滅しましたが、ビルは消えたままでした。というわけで、たくさんのビルを消し去った、ゼリエルが、第5位にランクインしました。第4位。男の戦い。第三神東京市に、首都が襲来。1回のビーム攻撃で、18層の特殊装甲を破壊。第14使徒デリエル。さらに攻撃を続け、あっちもこっちも大爆発。ついに全ての特殊装甲を破壊してしまいました。というわけで、第三神東京市に到着後、あっという間に全ての特殊装甲を破壊した、ゼルエルが第4位に。なんか下に降りていったので、追いかけましょう。ジオフロントに到着。待ち構えていたエグア2号機が攻撃を仕掛けます。しかし、ノーダメージのようです。AT フィールドは中和しているはずなのに。 AT フィールドとは？ AT フィールドとは、使徒と、エヴァンゲリオンが持つ、バリアーのようなもので。ああ、この攻撃、なんか強そうだな。とりあえず AT フィールドで、ガードしとくか。と、こんな感じの時に出てきます。なんでも跳ね返す AT フィールドですが、これがない状態でも、かなりの防御力があります。なぜかというと、目に見えない AT フィールドが、体を覆っていて、常にガードしている状態になっているからです。そして、人によっては皮膚がとても硬いので、3層の防御で無敵状態です。ちなみに、普通の人間も、AT フィールドを持っているのですが、防御力は、全くありません。しかし AT フィールドがなくなってしまうと、人間の形を保つことができないため、こうなってしまいます。エヴァンゲリオンの AT フィールドを中和する能力とか、説明したいことが山ほどあるのですが、そのうち時間があったらします。今度はエヴァンゲリオン0号機の攻撃。首都の AT フィールドを突破し、M2 兵器を直接ぶち込みますが、ダメージを受けたのは0号機だけで、首都はピンピンしています。テンポいいなこの人。ついにネルス本部に侵入しました。このままリリスのところに直行します。しかしそう簡単にはいきません。けれど、第一発令所に到着。突然壁を破壊して、エヴァンゲリオン初号機が登場。まさかのエヴァンゲリオンが、第三神登場し破壊ランキングに、参戦なのでしょうか。それにしても、めちゃくちゃ破壊しています。こんなミサトさん5番射出急いで。エブアワカ、豆知識コーナー。突然ですがなんか始まりました。今画面に映っている、射出ハブターミナル。さっき破壊された、ケージ。その前に破壊された、第一発令場。この3つの施設の大きさを考えてみたいと思います。その前に、エヴァンゲリオンの大きさは、どれくらいかというと、肩のパーツを含めて、高さ80メートルくらい。手の大きさは、約8メートル。足のサイズは、約13メートル。また下、約40メートルと、すべてがビッグサイズです。そのエヴァンゲリオンが格納されている場所が、ケージ。エヴァの足元から、上がっていくこと65メートル。ここに、皆さんおなじみのアンビリカルブリッジがあり、天井は、肩のパーツより少し高い位置にあるので、90メートルといったところです。横幅は20メートル以下で、壁の外側は、腕がはみ出ていて、
なんか細長い。お次は、第一発令場。ここもよく登場する、ネルフの有名スポットです。初号機と、ゼルエルを配置。結構広いので、まだまだいけそうです。とりあえずケージより大きいことだけは、わかりました。最後は、射出ハブターミナル。ここもよく登場する場所です。全体の広さがどのくらいなのかよくわからないため、今見えている範囲で考えてみます。1、2、3。高さ 3.5 ゲリオン、かっこ280メートル。1、2、3、4、5、6、7、横幅、7ゲリオン、かっこ560メートル。今度は、実在する大型スポーツ施設と比べてみたいと思います。野球場、サッカー事業、陸上競技場、兼、球技場。で、大きさはだいたいこれくらい。ケージ。第一発令場。射出ハブターミナル。こうやって並べてみると、ネルフの施設の巨大さがよくわかります。以上、豆知識コーナーでした。シンジの活躍により、ゼルエルを本部の外に追い出すことに、成功。さらに攻撃を仕掛けますが、初号機は活動を停止。エネルギーが切れた。初号機の内蔵電源は、ここで時間切れ。そしてこの動画も時間切れです。